はい、こんにちは、マスターです。今日はですね、谷町9丁目のですね、安治整体院のですね、安治久志先生とですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。このですね、ビデオを見てくださっている方はですね、もうご存知だと思いますけども、僕はマッサージ塾というですね、塾をやってるんですけれども、そこでですね、大きな結果を残された先生と少しお話をさせていただいて、あなたがですね、いかにですね、このトークさせていただく、対談させていただく先生とですね、同じケース、もしくはそれ以下のところから逆転をですね、したというですね、実例をですね、実証をですね、してみたいと思いますので、そんな感じで、どん底からですね、抜け出された先生とですね、お話しさせていただくことによってですね、安心材料というか、これも見ての通りライブなんで、カットなしでですねお話しさせていただきますんで、ぜひですねいかに自分が逆転できるかということをですねイメージしながら聞いていただければなと思いますんで、多分10分少々ですけれども我慢して聞いてください。はい。アニメスじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとですね自己紹介と、ご年齢ぐらいはわかりました。いただけたらと思いますので、はい、お願いします。この辺見てください。この辺。はい。皆さんはじめまして。大阪の天王寺区というところで、整体院をやってます。で、場所はね、駅から近いんですけど階段で3階上がらないといけない不便なところにあります。案じてます。年齢は39歳です。あ、39歳。今年も40なられるんですか。今年40です。はい。すごい。どうでもいいんですけど、いいです。はい。安治先生、今日はですね、もう単刀直入に、増田塾に関してのですね、対談をですねさせていただきたいんですけれども、安治先生は多分、去年の10月にですね入塾をされたんですけれども、それまでですね、どういう治療が人生を送られてきたんですか。最初からうまくいってたんでしょうか。いやもう最初去年の、2年目になるんですけど、その12月ですね、去年の12月から、すみません、一昨年の12月になるのかな、もう、に、開業してからですね、もうとんでもない、やばいんちゃうかなっていうところです。具体的にやばいんちゃうかってどういうことですか。お客さんがさっぱり来ないっていうか、もう知り合いだけしか来なかったんですよ。なんでそんな状況に陥ってしまったんですか。もうこれは広告やればいいじゃないですか。その広告が全然何を書いていいかわからなかったんで、メニューと時間と地図ぐらいしかないっていうのがあるんですね。もうそれだけで何が売りなのか何ができるのかとか、そういうどういう人が来てほしいかっていうの全然書いてなくて、お店の名前とメニューで、あと電話番号だけなんで、そういうのをこう配ってあったんですけど、今から考えたらちょっと恐ろしいな。よくね、僕いろんな治療家と知り合ってきましたけれども、一桁台の売り上げとか収入の人たちがいっぱい多かったんですけど、安治先生はさすがに一桁はないですよね。僕も一桁です。一桁最低の時いくらでした。売り上げ96,600円。96,600円。ギリ10万割ってるんですね。10万割ってますね。はい。もうこれも忘れもしないですね。家賃はちなみにここはいくらだったんですか。全部込みで13万。96,600円に13万って言ったら限界超えてますよね。超えてますね。どうしてたんですか。今までの貯金を食い潰していってました。貯金、食い潰していって、その時の心境ってどういう心境ですか。もうこのままやったら一家路頭に迷うなと。このままいったら本当にちょっともう死ななあかんのかなと。なるほど。ご結婚はされてるんですか。してます。子供さんは何人おられるんですか。3人です。なるほど。安治先生、これ言っていただかなくても結構ですけれども、ご結婚は2回されてるんですよね。そうです。で1回目のご結婚の時はなぜダメになっちゃったんですか。これは僕の性格がだらしなかったんで逃げられたというか、お金がなかったから
とかそんなんなんですか？それはなかったですね。そうなんですね。はいわかりました。はいほんで、うんまあご結婚を2回目のご結婚されて、は子供さんも3人おられてそうですね。生活をしていかなければいけない。お家は今賃貸だったんですか、その時は？持ち家です。持ち家はい。9万6千しか売り上げがないのに持ち家とかこってれそうなんですよ。サラリーマンの時にお持ちで作ってとかじゃないですか？ちゃんとしたちゃんとした人が住める家なんです。いくらしました、そのお家っていうのは？3500、600万です。わあ。お車はお持ちですか？持ってます。はい。ようそんなことしたなっていうことなんです。恐ろしいです。はい。だから怖いです。要は、はい貯金を食い潰すような人生だったんですよね。そうですね。はい。そうです。その時要は売り上げはちょっとしかない。はい。患者さんも月に何人来られてました？月に、本当に1日あたり1人2人なんで30人とか。で1人単価いくらですか1人単価はもう最初のオープニングキャンペーンなんでもう5000円切るぐらいですね。はい、その時の心境ってどんなんですか？ローンある、車のローンもある、しかし患者さん来ない、何していいかわからない、その時の心境は？これはもう何か自分の環境を変えたいっていうのしか考えてなかったんです。どう変えるかっていう発想までいかなかった。もう漠然とこの今の生活から脱出したいんだっていう気持ちだけで焦りだけがもうあって。なるほど、いつも治療院でね、一人だと思うんですけれども、こう泣きそうでしたか？泣きそうでした。泣いたことありますか？泣くまではいかなかったんですけど、でももう泣きそうでした。なるほど。僕もそうでしたけれども、僕も借金があったんで、アン先生もそのローンとかっていう借金がある中で、家賃は絶対滞納できないじゃないですか。そんな中でどういうふうに抜け出そうとしてたんですか？このローンとかですか？そうです。これはこの状況から抜け出すために先生は何をしてきたんですか？今その時はもう目先のことを考えてアルバイトしました。ちなみにそのアルバイトは言っていただいて結構ですか？全然100均の夜バイトです。夜の100均のバイトって何ですか？24時間やってる100均があって、要はダイソーとかそういう辺ですか？ああいう感じで24時間やってるとこがあったんで、そこで時給いくらでしたか？時給980円ぐらい。結構高かったですね。そうですかね。それで夜何時から行くんですか？12時から朝の5時。5時間。5時間。なるほど。それをもちろん寝ずにですよね。寝ずにです。その時の心境どうですか？バイトに行く心境。もう悔しくてしょうがないっていうのがありましたね。こんなんするために治療家になったんじゃないのにっていうその悔しさだけが人一倍あっただけで、でも実際ローンがあるし家賃もあるし、こうやっていかな家族食えないっていうのもあるし、もう自分情けないやつやなっていう、悔しい思いっていうか、もうそればっかり。治療院に1人しか2人しか、1人か2人しか来ない、で月に30人ぐらいしかない、でオープニングキャンペーンで安い単価でやってる、で売り上げが9万6600円、でそこでそういう苦労を重ねてきてる中で、僕を発見してくださるわけですけれども、どういう経緯で増田拓を知るきっかけになったんですか？僕もブログアメブロやってるんですけども、やってたんですけど、その時に増田先生のたまたまなんですけどこう足ペタがあったと思うんですよ。ペタね。ペタ、でそのペタを見た時に写真があって増田先生の、でちょっとクリックしたんですね。治療科90日で売上3倍っていうこの言葉にちょっとつられてポチッとやったら動画のブログがこうあって、で結構それを僕バイト帰り5時に帰って、5時過ぎに見ててですね、で結構面白い、すごいいいことを言ってはる。例えばどういうのが面白いと思いました？考え方ですよね。僕が僕が一番覚えてるのは
やらしい話、はい、誰かが達成したんですよ。塾生の誰かが記達成録を達成しましたって正先生が喜びの塾生の喜びの手紙か何かメールが来たのを言ってはったんですよ。ですごい3倍どころじゃない人が塾で出たんですわみたいな話をされてるのを聞いて、何それみたいな感じでいろんなそこからブログを掘り下げていったらこういう増田塾っていうのがやってて、でそれまでにそのコンテンツですか、やり方、値上げの勧めとか、そういうリピーターの取り方とか、そういうところがこう自分のないものだらけだったんで、もうすごいこうもう舐めるように動画ブログを見てました。なるほど、でまあいろいろ見てくださったんですけれども、それで増田塾をご覧になる知ったってことですか？そうです、はい。増田塾っていうのがセミナーやるんでみたいなこと書いてあったんで、増田塾っていうのがあるんだ、こういう選ばれた人たちが行く塾があるんだみたいな知ったんですね。ほんで増田塾を知って、増田先生じゃあ行こうと思ったんですか？すぐに。いや自分の経済面から考えて、すぐには行けなかったんで、ためらいました。でためらったのに、ためらってから来るまでにどれぐらい期間がありましたか？7月に増田先生のブログを見て、去年の7月に、で10月に入塾したので、3ヶ月なんですけども、でこの7月の時にそのブログについてたテンプレートですね、あれでちょっと作ってみたものの、自信がなくて広告を作ってみたものの出せなかったんです。なんで出せなかったんですか？出せばいいのに。そうなんです。書いてる内容がですね、やっぱり自分にはもう衝撃を受けたような、もう治せない治療家じゃありませんみたいなことを書いてるチラシで、表はそんなあなたに朗報ですと、諦めている人をこう救いの手を出すようなチラシだったんで、このチラシはすごい自分に対して自分の今の心境ではこういうものが対応できるんかなっていうすごい不安だらけだったんですよ。なるほど。自分に自信がなかったっていうのがあって、で1ヶ月ぐらいちょっと出せなかったですね。なるほど。そして、結局それは出したんですか？出しました。出して、一体先生に何が起こったでしょう？びっくりするぐらい今までない新官さんが来ました。新官さんが具体的に数字を覚えてますか？はい、覚えてます。新官の数字は。僕はポスティングと置き広告、看板の置き看板で、置き看板で3人で、ポスティングも僕まだ自分でパソコンでのプリンターやるんで、100枚ぐらいしか配ってないんですけど、それでも3人来て6人来たんです。で単価もそのオープニングキャンペーンとかじゃなくて実際の単価に近い金額で来てくださチラシ作ったんで、その6人がドンと増えただけで全然変わりだして動きが変わりだして、たった6人でも変わったんですか？変わりました。何が違かったんですか？今まででもそんな1人とか今までは新刊はなかったんですか？新刊はあったんですけど、それもお試し的なものばかりで、こう2回3回ずっと定期的に通ってくれる人がなかなかこうヘビーな患者さんというかですね、リピーターにならなかったんですよ。なるほど。そしてその広告をやって、ビビりながらでもやって、で新刊6人来て、でその後どうなったんですか？その後その新刊も6人からこうリピートになってくるじゃないですか。でこれでどんどんこう正先生のブログをどんどんまたもっと過去の記事とかいろいろ見出して、で自信がつきまして、自分でこの広告出してもいけるっていう、その時に10月の塾生募集があったんで、それもビビりながらファックスを正先生のところに送りました。なるほど。行くぞと。その時の心境をもうちょっと詳しく教えてもらえますか？めちゃめちゃ見ましたね。何回も印刷して正先生の約束事3つ、嘘をつかないとか、そういうの書いてあって、
これも真剣な人じゃないといけないっていう狭き門の塾っていうのを書いてあったし、はい、ただ行きますだけじゃなくてちゃんと面接があるから、ちゃんと何聞かれるんだろうとかドキドキしながらですね、はいはいはい、入れました。なるほど、はい、そして、アンジ先生、迷いに迷って、はい、でも塾にはですね、入塾金っていうのがあるんですけれども、ね、それはどうしたんですか？これは親に、はい、ちょっと嘘ついて帰りましたちなみにどういう嘘をつかれたんですか？ちょっとまとまった金が、はい、ちょっと仕事でいるようになったから、ちょっと貸してくれへんかな。別に嘘じゃないじゃないですか。お店で使うっていう意味で。あ、なるほど。運転資金でちょっと借りたいんだと。お父さんとかお母さんに借りられたんですか？はい、母親に。アンジ月子さんに借りたんですか？そうです、月子に借りた。月子さんに借りて、何してるんですか？月子さんに借りて、はい、なんて言われましたか、親からは。そうかみたいな感じですか？いや、もう前になんぼ貸してると思ってんねんみたいな。もうどうせ帰ってけえへんと思ってるから、もうええわみたいな、半分もう呆れられた状態で、もう勝手にせえやっていう。ちなみにおいくら借りられたんですか、その時は？増田塾行くためのきっちりお金です。49万8000円を借りて、借りて、はい、そうです。でもうその時の心境はどうですか？借りてもうこれやるしかないなみたいな。もう決まったんですね、覚悟は。もうこれで失敗したら僕も治療家っていうか、もうほんまにやめて、家族のために何でもせなあかんなと思ったんで、もう腹くくってなるほど、失敗できないっていうつもりでいきました。わかりました。そして入塾をしました。入塾してから最初に何をしましたか？ホームページの、覚えてるんですけど、ホームページでクソ度胸をつけろっていうことを言われたんで、今までなかった自分のホームページ、あったホームページなんですけど、言葉をインパクトつけるために、治療家の周りの治療家が吹っ飛ばすような治療をしますみたいなことを書き出したりとか、そのアクセントっていうんですかね、ホームページのそういう言葉をこう入れるような感じで教えてもらいました。最初はそれをやって、そしてそれがどうなりましたか？でまだホームページ自体はあんまり反応が薄かったんですけど、今のチラシをもっともっと印刷、本当のコピー屋さんに頼んで、新聞の折り込みを入れて、でそれで10月から11月12月それでトントントンと売り上げ上がった分をためずにすぐコピー代っていうんですか、広告代に全部こう右から左じゃないですけど、どんどんその時の広告の投資額とかって覚えられてます？結構だからもう売り上げ10万弱ぐらいですかね、もうかなり毎週3000とかテストでこうやってたんで、10万近くは毎月10万ぐらいです。でも上がった分野から毎月毎月その広告費が増えていくわけですよね。増えていきますね。今まで合計この、約半年間でどれぐらいの広告費とか、そういうなんせこうマーケティングの費用はいくらかけましたか？この半年で言ったら、この間年末のやつで見たらもう月10万でどれぐらい100万弱ぐらい100万弱使ってるんですか？今までのアンジ先生からしてみて100ちょい広告をかけるってことはどういう感じですか？どういう心境ですか？ありえないですね。1年間もせずに100万使ってるわけじゃないですか、広告費に。でもほんのこれほんの1年ぐらい前ですよね。1年ぐらい前は9万6000の月収だったわけですよね。9万6000です。月収というよりも9万6000の売り上げだったわけですよね。それが100万円の広告費をかけられるっていうこの心境はどうなんですか？いやもうこれは止まらないんですよ。止まらない、止めれないっていうか、もうどんどんこう広告を打っていかないとっていうか、打つことによってこう新幹線が来るじゃないですか。で新幹線来るたびにこ
広告を打っていくとどんどんこう売り上げが上がっていくんで、やめると売り上げがこうやっぱり落ちますし、でやるとやればやるだけこう上がるしっていう感じで、それがこう自分のなんていうか、収益で実感したんで、やめれない。なるほど、はい、やめたら下がる、はい、やり続けないと上がらない上がらない、そうですね。で、アンジ先生そういうふうに、毎月広告をやって、で塾に来て、っていううちに、まあ、あれよあれという間に半年後に、そうなんですよ、半年後と言わずにもう3ヶ月4ヶ月、4ヶ月後にどうなったかちょっと教えてください。ちょうど増田塾入った月か12月に、80万ですか、売り上げが 8.13 倍っていうぐらいだったかな。 8.13 倍ですね。 8.13 倍、70、80万弱まで売り上げが上がったんで、もうほんまにこれでやっと家にお父さんの顔は潰れずに済んだけども、ぐしゃぐしゃに潰れてたんですけど、そこでやっと年末にこう家にちゃんと入れれるようになって、ほっとしました。なるほど、今までお金入れられなかったわけですよね。はい、そうです。肩身狭くって。肩身狭いですね。で、なんかちなみに奥様もお仕事はされてるんですか？バイトとパートはしてます。で、要はもう後がない、崖っぷち、親から金借りてる、で客来へんもうあかんかったら死ぬしかない、そのもう辞めるしかないっていう状況で入られて、でこうガガガッと、こう要は今思えば過ぎ去ってしまえばね、なんかすごいかったですよとかで笑えるんですけど、その時笑えなかった。笑えないですね。多分お客さんも多分この人怖いんちゃう、多分怖かったと思うんですよ。もう目が多分笑ってなかったと思うんですよ。なるほど。そしてもう4ヶ月後にいきなり8倍ぐらいになられて、で、塾を卒業される間近に、いくらでしたっけ、達成されたのは。90万超えです。92万92万ですね。92万ですか。約10倍になりましたけども、アンジ先生、いつもね、僕が、いろんなお客様とか顧客の方とか、お弟子さんに聞くことはあるんですけれども、何か魔法を使われたんですか？10倍にする、多分もうちょっとすると100万ですけれども、9万6千から100万じゃないですか。何か魔法を使った以外にないと思うんですよ。魔法は使われたんですよね、なんか。魔法ですか？こうステッキかなんかこうやってお客さん取るような魔法かけたとか。いや、ないですね。でも本当にどうしたんですか？なぜそんな風に短期間に1年経ってないわけじゃないですか。経ってないですね。なのになぜ10倍、10倍は言ってないですけども、9.5倍ぐらいになったんですけど、なぜそんなことになったんですか？生活というかやり方が変わったのと考え方が変わったのがもうこの2つですね。行動とマインドというんですか、この2つがもう完全に去年の6月と比べても比べ物じゃないですし、この2つですね、変わった。これが魔法みたいなきっかけになったんじゃないかと思います。アンジ先生ね、もう今、前までスカスカやった予定表ってもう今入るところないですよね、新幹線。そうなんです。今すごいですね。えらいことになってますよね。えらいことになってます。隙間あるんですか今？隙間ちょっともう時間がないんで、明日も朝9時半から開けるんですよ。で本来は何時営業なんですか？10時から9時までなんですけど、今日も9時半ぐらいまでさせてもらったし。なるほど、すごいですね。今の心境どうですか？夢のようです。夢のようですか？夢のようです。でも夢じゃないですよね。夢じゃないですね。現実なんで、まさか自分が1年でここまでお客さんで患者さんとこんなに増えると思ってなかったんで、びっくりです。自分でも夢のような。アンジ先生も借金というかもう借金がある上にお父さんとかお母さんに頭を下げて、嘘までついて50万借りてで来て、
でもうその時はまあぶっちゃけ笑えない状況で、笑えないですね。もうファックスして、はい、そうです。入金して、はい、ね、入金しました。ガガガガガガガ落としてたら入金したと思うんですけれども、しました。ね、ATM かな、ATM しました。しました。その時の心境もちょっと教えてもらっていいですか、入金した時もう49万、結構分厚いんですよ。厚いですね。はい、で、こう、まあ、マサ先生のね、口座入れて、かなり手がちょっとこう震えてたんです。おー、すごい。もうこれで、ダメならもう、ダメだみたいな感じで、これで、いけって感じで、もう、なんか自分のこのあかんところを変えれるだろうっていう、ダメなところがこういっぱい出るだろうと思って、バシッと ATM の入金ボタンを押して、すごい。行ったんですね。行きました。その結果さっきも言いましたけれども、はい、半年で10倍弱ですね。はい。というですね、はい、まあ偉業を成し遂げたんですけれども、はい、まあここまでねお話しされてですね、はい、僕はもうマネージャーに聞きたいのは、はい、塾に来るかどうかを真剣に、もうどうしようか行こうかな、でもお金ないしとか悩んでる治療家の方に伝えたいことって何かありますか？まあ、僕みたいな人間ですよね。昔の半年前の、はい、これもう迷わず来るべきやと思いますね。それはなぜですか？いや、もう僕以外にもすごい成功してる人がもっと先輩方でおられるし、自分も嘘だと半信半疑だと思うんですよ、正直。動画とかで見てもね。そんなもんなんかちょっと演出してんじゃないのかみたいな、10倍5倍ですね、聞いてますけどみたいな。でも行ったら多分そんな生ぬるい塾じゃないですし、多分始まって10分20分で多分あーって分かると思うんですよ。雰囲気、独特なマサ先生の塾の授業ですね。あれで多分もう肌で実感されたら、もうこれはすごいその皆さんの素晴らしい人たちの中に入れるだけでも光栄だなと思ったんですね。だから迷わずに絶対自分がやるぞって決めていただいたら行くべきだと思います。でもやっぱ怖い人もいると思うんですけども、逆にですね、この塾に入らないことに対するリスクって何ですか？入らないためのリスクですか？入らないことに対してですね、要はずっと迷ってることに対してのリスクって何だと思いますか？もうそれは自分で自分の首を絞めてるしか思えないですね。例えば僕がですよ、入らなかったっていう選択をしてたら多分僕死んでるかもしれないんですよ。もうそれからもう家族を掘って自分だけ蒸発するとかしかもう、多分あのままじゃ多分9万6千円からもう10万20万ぐらいしか稼げてなかったと思うんで、だからそう考えたらそういうリスクより僕みたいに親にでも嘘ついてでも嘘ついたって言い過ぎかもしれない、お金を借りてでも行くべきかなと思います。結局今までと同じことをやってても何も変わらないですよね。変わらないです。はいね、なんかいつかは変わると思って神頼みしながらやるよりもっていうことですよね。そうですね。他力本願でしたね。なんか自分じゃなくなんかお客さん来るだろうとかそんなばっかり考えてたんですけど、自分から動くっていうことをやっぱり習った身についたというか、はい。それで今もポスティングも昔から苦手だったポスティングもできるようになったし、お客さんに配らしたりとかねそうですね、お客さんに配らしてるのすごいですよねドリンク1本で素晴らしいですよね。それぐらい兄先生も患者さんとの信頼関係ができたってことですよね、結局のところ。そうですね。前まではやっぱ違うかったんですか？いや今までそんなありえないです、ね、ありえない、まあちょっとこれね、見てもらったら分かるかもしれないですけど、これアンジ先生の患者さんのですね、こんな顔がお客さんのですね、こんなにたくさん、これただ一部ですけども、そんな感じでですね、送っていきましたけれども、アンジ先生、これをですねご覧の塾に入ろうかなどうか、入るかなもったいないな思われてる方にメッセージをお願いします。最後に先生の正直な気持ちを。僕の知り合いの治療家さんもすごい
今一人二人で悩んでる電話昨日もいただいたんですけど、僕はマサ先生の塾に入ったのも知ってはるんですけどね、やっぱり迷ってるんですよ、なんだかんだ言ってもやっぱりこうもしかしたらとかいうのがあるんですけども、僕も正直そう思ってたんですけど、これは来てみないとわからないのは実際なんですけどね、皆さん他の塾生もいると思うんですけど来るべきやと僕も思います。もっと7月からマサ先生のことを知ってすぐ行けばっていう、あと2ヶ月だけでもね早く入塾すればよかったっていう、今になったらすごい後悔はしてるぐらいなんで、今すぐにでもマサ塾まだ入れるんですか？マサ塾はですね、残念ながらあんまりもう入れないんですよ。枠がねないんで。そうなんですか。冗談抜きでこれ入らせるためにこうやって言われてるっていうふうに思われるかもしれないですけど、見てもらっても分かるようにもうエリートばっかりなんでいらないんですよ。コーチなんですけれども、やる気のない人なんていらないんですよ。金何も払ってくれても。やる気のある人ですね。やっぱマサ先生との面接の電話があるんで、そこで多分マサ先生にこう正直聞かれると思うんで、そこでちゃんと自分の思いを伝えていただけたら入塾できると思うんで、ぜひ僕もすごい緊張しましたけどね、マサ先生とお話した時は、ぜひそれでもう崖っぷちから一緒に僕みたいに抜け出してほしいなと思います。そんな感じでですね、ちょっと30分を過ぎてしまいましたけれども、何せ、僕がアンジ先生と出会って、僕が感じたことは、人は必ずどんな状況にあったとして自分がどういう状況に立たされたとしても必ず 99.9% は変われるということだったんですね。アンジ先生も来られた時はもう本当になんかねわけのわからない黒い T シャツを着てこられて初めて来られたって感じでもなんかキュウリみたいななんか黒いお化けみたいなですね。この人は大丈夫かなと思いながらですね塾生はみんなそうなんですよ。最初この人は大丈夫かなと思う人たちばっかりですけれども、ある人は5万円のところから150万円になったり、15万円のところから200万円になったり、60万円のところから400万円になったりとか、あるねリストはもう全然スカスカやった予約表が毎日も満員やとか、月アンジ先生よりひどい1万円のところが斉藤先生みたいに49万とかなったりとかですね、わけのわからない数字ばっかりになってますけど、みんなすごいですね。なんでぜひですね、迷うと思います。必ず金額も安くありませんし、アンジ先生も言われましたけど、僕の鬼の面接がまずありますんで、そこでほとんどですね落とされます。なんで今の合格率は全部算出しても 27% なんですよ。すごい確率でみんな入ってきたるんだなと思ってし、その中にですね選ばれて、挑戦をしてですね、今度からは1年になるんですけれども、その1年の中でですね、人生はそんな長くないと思うので1年ですね出し切るですね、そうするとですね、本気になると人は変われますよね。変われますね。なんかわけのわからん T シャツ着てても変われますよね。変わりました。変わりました。変われましたよね。変わりました。予約表もいっぱいになる、電話も鳴りまくる。ちなみにこの最近ね、クーポン出されて、クーポンでも100名、そうですね。100名超えの新刊をですね取られてですね、これからですねどんどんですねまだまだ成長されると思いますけれども、そんな感じでマスター塾はですね、本当にエリート揃いの人たちが、アンジ先生含めエリート揃いの人たちがですねいっぱいおられますんで、ぜひですね頑張っていただきたい。そしてですね、挑戦を募集をするですね、挑戦をするっていうことはとても僕大事だと思いますんで、ぜひ決して多くの人は取れないですけれども、頑張って、募集をしていただきたい。募集というか、頑張って入っていただきたいなと思いますね。今日はですねそんな感じで、ライブでですね送っていきました。でアンジ先生とですね送ってきましたけれども、楽しかったですね。めちゃめちゃ楽しかったあっちゅう間の30分間ですけれどもちょっと3倍ぐらい長くなっちゃったこんな感じで、またですねどっかで、塾に来られればまた僕にも会えますし、延長線上のですねアンジ先生は今塾はですね、来られてませんし、また上級のですねセミナーに来られた時でもですね、このですね先生にお会いできますんで、
そんな感じで今日はですね、ありがとうございました。ありがとうございました。またですね、会場でお会いしましょう。それではさようなら。さようなら。はい、ありがとうございました。